H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。おかえり。皆さんこんにちは、私です。これまでにも学生寮や歓迎会に関する怪奇な話をたくさんしてきましたが、今回は怖いランキングのトップ5に入るくらいの話を2つ見たと思ってください。ストーリーは視聴者からの投稿によるものです。彼らは張さんとコウさんで、張さんはサレーの学校に滞在し、コウさんは大中の大学でオリエンテーションを行った。一体二人に何が起こったのでしょうか？以下の物語は一人称で語られます。私が通った学校はサレーにあります。年功序列の強い学校です。後輩の成績が悪いと、先輩が意図的にあなたの時間を使い込んで自由をなくすこともあります。アクティビティの時間もあり、先生方も先輩方と積極的に協力してくれます。私たちは4つの中隊に分かれています。当時私は第1飛行隊に所属していた。私は学生寮に住んでいました。学生寮は東畑と西畑に分かれており、東側の部屋と2番目の部屋に住んでいた。プランニングは非常にシンプルで、上下1部屋を4人でシェアするというものでした。上級生2人は下の段で寝て、クラスメイトと私は上の段で寝ました。真ん中の通路に古い扇風機がありました。机は窓のそばにあります。お部屋全体の配置はこんな感じです。先週の私の成績が非常に悪かったので、先輩は私に来週は毎日報告するように言いました。この先輩は大学の学長であり、私の寮には住んでいません。休暇を受け取るために彼を見つけるために2階に行かなければならない日が来ました。明日は先輩を探すために早起きしなければならないので寮に戻り、ベッドに横になって10時半頃に寝ました。しかし何が起こったのかわからず、午前3時に突然目が覚めました。突然目が覚めたような不思議な感覚でしたが、夢ではなかったので通路に顔を向けてうつ伏せで寝ることにしました。通路の扇風機が定期的に回っていました。風が吹いているのが感じられ、とても気持ちよかったです。一陣の風が通り過ぎると、すぐに別の風が私の顔に吹きつけました。扇風機のような感じではなく、口で顔に風を当てているような感じでした。すぐに目を開けると誰もいないことに驚きました。突然少し感じました。この時ノック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 が聞こえました。先輩が私のベッドの板を叩いているような気がしたので、ゆっくりと、ベッドの下を見ると、私の目と目が合いました。口が引き裂かれた表情は超怖かったです。叫びたかったけど、できなかった。私は仰向けになって横たわっていました。頭に布団をかぶっているのは何ですか？幽霊ですか？髪がぺったんこなので、はっきりしていて男性に見えるのはなぜでしょうか？以前学校に飛び込みをした人物だろうか？そんなことを頭の中で考え始めて、ふと、もし今この時にあの幽霊が登ってきたらどうしようと考えた。そう思うと、全身が震え始めた。本当に大げさに震えてました。突然、ノックノックノックと、さらに大げさに震えていました。誰かがベッドの板を足で蹴っているようだ、シャオちゃん。あなたは蹴られる価値がありますか？なぜ寝ていない時にベッドの板をいつも揺らしているのですか？何か悪いことをしましたか？この声は、先輩が。私はすぐに、報告。先輩に異常があったことを報告、と言いました。先輩はすぐに、これ以上騒ぐな。と叱りました。幽霊とは何かを教えてあげる。寝る。先輩の話を聞いて、とても気持ちが落ち着きました。私はゆっくりと布団を下ろして周囲を見回した。幸いなことに誰もいなかった。いつものように扇風機が回り、突風が吹いた。結果は、まだ次の突風は来ていなかった。別の空気が私の顔に吹き込まれました。終わりました。またあの幽霊がここにいるのか？突然、体全体が動かなくなっていることに気づきました。先輩を名前で呼ぶことすらできなかった。当時、我が家は地蔵菩薩を信仰していたので、心の中で南無地蔵菩薩と唱えましたが、効果はありませんでした。名前を南無阿弥陀仏に変えましたが、結果は同じでした。突然、それが正しいと思いました。
6文字の座右の銘を唱えると効果があると聞きましたが、最後の言葉は必ず出さなければなりません。そこで私は、オムマニパドメの最初の5つの言葉と最後の言葉を静かに唱えました。私は少し立ち止まって深呼吸をして出てきました。その結果、幽霊が大きな音を立てて布団の中から飛び出してきましたから叫んで出てきました。本当に怖かったです。私は母に電話しました。一瞬にして寮の明かりが灯った。2人の先輩が私のベッドの横に立って枕を抱えて私に降りるように言いました。先輩たちは、あなたは馬ですかと言いました。真夜中に起きている。なんてこった?私は今何が起こったかを話しました。あなたが上級生だった時、クルーカットで口が裂けた男を見たことがありますか?私は、はい、と言いました。口が裂けた先輩この時、学校の誰かが上から飛び降りて、その人の口が何者かによって切り裂かれた、と彼は言いました。それ以来、そのガスを晒している人が見つかるという噂が流れている。弱い子を交互に捕まえて、先輩はどうすればいいですかと言い続けます。この時、先輩は私に平和の、これは緊急時用だと言いました。すると先輩は私に宮殿の住所を教えて、休暇を取ってそこに行って見に行くように言いました。ひどい1週間を経て、ようやく休暇を取って到着しました。先輩の言っていたお寺は、ジートンのようなお寺ではありません。むしろ、道教の死のように見えます。魔術師は私の状況を聞いて、この問題を解決する方法があると言いました。私があなたのために、を開けます。そしてその上に、が載っています。あなたの星占いを書いて、私がその、ストローマンに詰め込み、あなたはそのストローマンをベッドの横に置けば、問題は解決します。次に、費用はいくらですかと尋ねます。マスターは、あなたの喜びに応じて寄付してくださいと言いました。後で本当に役立つ場合は、必要に応じて補うことができます。したくない場合は、慈善団体にお金を寄付することもできます。それから私は言いました。マスター、あなたは有志すぎます。以前友人から聞いたのですが、このようなことをすると数万かかるそうです。魔術師は微笑んで、金神がいくら、藁人形がいくら、そして何を燃やして幽霊に捧げるべきかを教えてくれる人がいるよ、と言いました。そうしないと、幽霊があなたを解放しません。このようなことをする人の10人中9人は嘘つきです。私はうなずいた。200元を寄付して休暇を取った後、私はマスターの指示に従って、藁人形をベッドの横に1日置きました。目が覚めた時、ストローマンがなくなっていたので、ショックを受けました。この事件は無事に終わりました。私は二度とこのようなことに遭遇したことはありません。数週間後、従前、私は学校の茂みの横に汚れた雑草を見つけました。よく見ると、それは私の藁人形でしたが、頭がなくなっていました。一瞬鳥肌が立ちました。マスターに頼んでなかったら、先輩がいなかったら、首を切られるのは私だったのでしょうか?私の話が怖いと思ったら、実は次の話はもっと怖いです。この話は、私が話す勇気がなかったため、長い間封印されてきました。今回、ついに勇気を出して伝えてみました。話は5年前の出来事です。2年生のオリエンテーションでは、新入生が新入生を連れてきました。3年生たちは、改修前の大南一江郡陳の馬佐公海水浴場に来ました。まず会場には、どこまでも続くビーチが映し出された。ビーチにはバーベキュー場やプールの販売所もありました。しかし、長い間人がいなかったようで、プールには水がありませんでした。上の葉は全部落ちてしまいました。新年を迎えたその日、私たちは大中の大学から観光バスに乗って大南へ向かいました。ずっと楽しかったです。初日の夕方には、正5号の中央広場で超常現象映画鑑賞とナイトツアーのイベントを開催しました。クラスメイトがナイトツアーの開会の挨拶をしました。その内容は次のようなものでした。今日からナイトツアーが始まります。本物の幽霊を探しに行きましょう。その後チームアシスタントが学生たちをグループごとに計画した夜のツアールートに連れて行きました。
他の生徒たちは広場で超常現象の映画を見ていました。その日は満月でしたが、なぜ月が低くて茶色に濁っていたのかわかりません。そして突然犬の群れの遠吠えが聞こえた。俗に吹き犬のカタツムリとも呼ばれ、現場の雰囲気をさらに恐ろしいものにしていました。私たちのルートは、パビリオンへの道に沿って、その後ビーチへの小道を通り、最後に広場に戻るというものでした。私たちは美容部にいるので、真ん中の小道具は木からぶら下がっている木の頭でした。木の墓石には生年月日がランダムに書かれており、右側に置かれていた。私が率いた学生のグループは現場に入り、何の問題もなく現場を終えました。次のグループの番になり、残りの私たちは広場に泊まり、超自然的なビデオや犬の遠吠えの音を眺めていました。それから間もなく、誰かが早く助けを求めて叫んでいるのが聞こえました。救急車を呼んでください。多くの後輩はパニックに陥り、何が起こったのかを尋ね続けました。どうしたの？男子クラスメイトの一人が泣き始めたので、みんなで彼を慰めました。彼は手を伸ばすと、あざを見つけた。彼は夜の外出中に幽霊につままれたと言いましたが、先輩には思い出させませんでした。彼はとても罪悪感を感じていました。皆は夜の外出中に何が起こったのかについて話し合い始めました。私が言ったのは、墓石の右側に誕生日と生年月日が書かれているということだけでした。この時、ある後輩がこう言いました。左側にあるのは墓石ではないでしょうか？別の女子高生が言ったそれはナンセンスであり、明らかに通路に置かれていたことを。この時、墓石の位置には誰も触れていなかったし、確かに右側にあったので鳥肌が立った。どうしたの？誰がそんな愚かないたずらをするでしょうか？この時、数名の生徒が映写スクリーンの向こうに誰かいるか？と尋ねました。私と数人のスタッフ、あなたは私を見て、私はあなたを見て、同時に言いました。いいえ、それから私は言いました。後ろにはビーチと海があります。誰もいるはずはありません。何ですか間違っている？質問者は続けて、たった今、誰かがカーテンの後ろから顔を出し、そして引っ込んでいくのを私たちの何人かが見たと言いました。私たちはスタッフがあまりにも専門的でなく残念だったと囁いていました。映写機に関する超自然的な話を終えた後、突然幽霊が現れました。出現の結果は説明不能です。飛び張りお化けが突然現れてはははは。私たちは叫び始め、大丈夫、ただの故障だ、大丈夫、と後輩たちを慰めました。それから私たちはすぐにラップトップを片付けました。救急車が来ました。車にはシャオチエンというクラスメートの男子生徒が乗せられた。他のクラスメートは私たちに慰められました。お風呂に入って寝るためにキャンプテント場に行きましたが、海水浴場ということもあり、夜はシャワールームに誰もいなくて、お湯も出ませんでした。早くお風呂に入ろうとみんなで争っていましたが、お風呂の中で異変が起こりました。女子高生は中に入ってシャワーを浴びたいと言いました。外に置いたまま取り出すのを忘れてしまいました。シャワーのドアを取りに外に出るとすぐに自動的にロックされました。その後、私が寝ていると、テントの外の街灯がタイの幽霊映画のように次々と点滅するのを目撃しました。一日中活動してとても疲れていたので前に着いたのですが、それでも眠ってしまいました。夜が明けると、隣にいたクラスメートがパニックになって私を揺さぶり、平和のがなくなってしまったと言いました。彼はとても不安でした。ツヤ所のスタッフは夜中にニュースを聞き続けたと語った。まだ水の流れる音が響く。営業部の自動ドアが勝手に開閉し続けるのですが、どうなっているのでしょうか？そこで私たちはグループミーティングを開き、昨日何が起こったのかについて話し合い始めました。シャオチエンのチームの人々は、昨日私が彼らを弔うためにパビリオンに連れて行ったと言いました。なぜならあなたも私たちが言ったことを知っているからです。夜に外出したい場合は、最初に外出する必要があるという習慣をどこで聞いたのかわかりません。東屋で線香をあげて別れを告げ、夜のツアールートから帰ってきたら、香りの良い足を手に持って捨ててしまいますよね。しかし、その後輩シャオチエンヘ君は、
自分はキリスト教徒で信仰を持たないと言っていたので、礼拝はしなかったし、私たちも彼に強制はしませんでした。結局のところ、それは彼の信仰のためでした。それから彼は夜に歩き始めました。歩くにつれて、シャオチエンの様子はますますおかしくなっていきました。彼の目はずっと上を向いていて、それから私たちに向かって、海に向かって突進してきました。4、5人の少年が彼をビーチに押さえつけた。彼は力強く足を踏み続けた。突然、彼の全身が転換を患っているかのように、痙攣し始めました。そこで彼らはタオルを取り、彼にそれを噛むように頼みました。彼らはすぐに救急車を呼びました。その後、救急車が来て彼を持ち上げた。担架に乗った瞬間、手を緩めると香ばしい足が落ちた。誰もが顔を見合わせていました。彼は自分がクリスチャンだと言って、さよならも言わなかったのではないか？はい、ビーチから出た。後シャオチェンが目を覚ましたので私はシャオチェンに今何が起こったか知っていますかと尋ねました。シャオチェンツアイは知らないと答えたが、髪の長い先輩がダミーの頭を探してほしいと言い、海の中にダミーの頭が隠されていると言いました。私はちょうどチームを率いていたクラスメートのところへ歩いて行きました。そう言うと、みんながまた顔を見合わせて結びましょう、と言った。長髪の先輩もいないし、海に隠したダミーヘッドもいない。どうすればそれらを隠すことができるでしょうか？この時、シャオチェンは追い返された。シャオチェンさんの母親は、シャオチェンさんはまた高齢者全員に迷惑をかけるだろうと語った。シャオチェンは子供の頃、水の近くであればよく海に行っていたので、私たちは彼を水の近くで遊ばせないように特に注意していました。私も注意してください。あまりにも冷静に話したので私たちは唖然としました。この時、私はシャオチエンの母親に尋ねました。医者は何か言いましたか？本当に仕方がないなら、シャオチエンが参加しなくても問題ない。シャオチエンの母親は、ただの転換だから大丈夫だと言いました。この時、シャオチエンさんの母親は車で走り去った。シャオチエンは、お風呂に入りたい、と冷たく言いました。私は少し怖くなって答えました。ああ、わかりました。そこに連れて行きます。時間がかかる場合は、外で大声で叫びます。ジュニアから大丈夫？後輩は、もうすぐ準備ができていると冷たく答えた。シャワーから出てきて、パビリオンに近づくと、すぐに、後輩はまた憑依されたような顔をした。彼の電子はい、昨日先生に通知されていたので、電話を切られ、全身が硬直して、痙攣していました。先生は台中から車で一晩かけてきて、ちょうど間に合いました。到着後、彼は生徒たちを連れて行きました。近くの小宮廟を出るとき、私は東屋を見つめ続けましたが、寺院は対応が難しいため広い部屋に行く必要があると言い、生徒を台中の先生の家に連れて帰りました。先生の母親もヒデさんの家にいて、石星を崇拝していました。ジジュンと彼の母親はジュニアを見るとすぐに数珠をジュニアの頭に押し付けました。その結果、数珠は一つ一つ砕け、地面に散乱した。状況は本当によくありませんでした。その後、私は自公先生に降りてきて、後輩と話をするように頼みに行きました。ジゴン先生はなぜあなたを探しているのかと尋ねました。何をする？後輩は言葉を失い、しゃっくりを始めた。彼は前後に震えていました。この時、誰かがやってきました。私はペンと紙を取り、後輩のクラスメートに渡しました。私は紙とペンを手に取り、書き始めました。その時、地元のアーピャオと騒いでいたことに気づきました。私たちが来れば、喧嘩のことは忘れてくれるだろうと、彼らは考えた。彼らは桟橋には行かなかった。彼らは本物の幽霊を見たいというので、私たちに見せてくれました。逃げ出したくないほど見てください。その後、ジゴン先生は彼と条件交渉をしました。幽霊がたくさんの金紙と食べ物が欲しいというので、私たちは後輩たちと同じグループのメンバーを探して1日を費やし、自公先生は準備のためにマサゴ号に戻りました。私はマサゴ号に着くとすぐに自公先生に取り憑かれてしまったという事実も含めて彼らに謝罪しました。
彼はまた、私を許してほしいとも言いました。時光先生も兄弟たちとワインを3杯飲み、その後燃やしてしまいました。たくさんのお金を手に入れた。紙幣を燃やすと、銀紙の火に螺旋状の不思議な風が本当に回転しました。しかし、この時点では風はありませんでした。多くの人がお金を取っているように感じました。焼き終えた後、時光先生はそう言って船で去り、ことは無事に終わりました。ジゴン先生の事件は彼の老後に始まりました。私も故郷の大中の先生から教えてもらいました。事件を起こした学校もそのことを知っており、そのためオリエンテーション中は夜間外出を禁止することが定められていた。この物語は最初の物語のマスターが言った言葉で終わります。とても印象的です。それをやった後、多くの視聴者が私に何かをするために宮殿や寺院に行ってほしいと手紙を書いてくるのによく遭遇しました。彼らは私に5000、1万、最も大げさに言っても1万と申し出ました。嘘つき？多くの場合、彼らはあなたを説得するだけでもっと部屋をリクエストしたいですか？この方が自分にとって良いのでしょうか？こういうのは本当に高くないし、いいですね。よく考えたら、誰が金を取ったんだ？それは幽霊なのか、神なのか、それとも人間なのか？人々の経済的な道を台無しにしたくありませんが、賢明な方法でお金を稼ぐ必要がありますよね。嘘といえば。今日の話はここまでです。メッセージボックスにはさらに超常現象の物語があります。メッセージを残して超自然的な物語があれば教えてください。また次回お会いしましょう。